アンニョン、パックンです。先日、新大統領が決まりました。そこで大統領選挙の選挙率はなんと 79.4%。それ、ほぼ国民全員じゃない？日本の友人が驚いて聞いてきたとき、僕もふと考えたんです。なぜ韓国人はここまで投票するのか？スイスでもアメリカでも最近は 50% 前後の国が多い中で、世界で見ても異常値レベルのようです。でもこれは偶然じゃない。そこには僕自身が肌で感じた3つの理由がありました。1つ目、自分の日常生活が変わるから。2つ目、周囲も政治に染み込んでいるから。3つ目、社会も自分の一票で変わるから、韓国人が投票に命を燃やす理由を解説します。まず1つ目は個人レベルの話で、政権で生活が変わるという体感ですね。韓国では誰が大統領かで人生の進路まで変わる場合があります。生活防衛戦。それが韓国人が投票に命をかける理由の一つです。まずは入試制度。韓国の大学入学試験は政権が変わるたびに評価軸がひっくり変わります。例えば英語の点数が絶対評価になったり、センター試験に歴史科目が必須になったり、高難易度型の問題を出さなくなったり、例えばある政権の下では内心や課外活動を重視することを推進している。一方、他の政権になったら、これを金持ちが有利だと批判して、共通試験重視型に大転換するような公約を提案する。この変化は中高生の進路経過を一瞬で変化させます。前の年にボランティアに必死だった子が、翌年には定数が全てと突き放される。政治の風向きに常に重視しないといけません。次は家の値段でして、韓国、特にソウルの住宅価格はこの10年間で2倍、3倍にもなっています。大統領としての重要な役割も住宅価格を抑えること。政権が変わるたび、投資規制撤廃とか不動産税の再設計の制度が出ます。例えば、ソウルのアパート一室、約1億円だったものが数ヶ月後には 1.5 億円になっていることも十分あり得る話です。これは株価の変動ではない。家族の資産が一瞬で爆増したり蒸発するような現象。韓国では家が人生の証になることもあります。老後の保障になることもあります。子供の資産になることもあります。それが政権一つで変わる現実を人々は知っている。だから家を守るために投票する人も心から存在します。そして研究の世界、政権によって主力とする分野も変わってきます。バイオ、AI、半導体、再生エネルギー、原発など、これが数年単位で研究費をもらえたり、もらえなかったりします。こういうことを言う科学者も十分あり得ると思います。例えば、3、4年前までには未来の花形だったテーマが今年は不要な分野として切り捨てられていると。つまり、研究者の夢さえ政権時代へ歓迎されたりされなくなったりとかします。研究計画書を書くペンの先には政治家の顔が浮かんでくるということですね。このように3つの例を挙げましたが、教育、住宅、研究、人生の核心分にあるこれらのことすら一票で変わる。だから韓国の方々にとって投票は参加ではなく生存、投票しないと人生を失う。この感覚が全身に染み込んでいるかもしれません。二つ目は自分の周辺の話をしてみたいと思います。日常に染み込む政治の気配ということですね。韓国にいると政治が背景音のように聞こえてきます。テレビをつけたとき、カフェで流れる会話、街の中のポスター、すべての場所に政治が染み込んでいます。これはもう関心のレベルではない。生活の風景の一部かもしれません。例えばネット、どのプラットフォームにも政治の話題が止まらず流れています。ニュースのコメント欄はもちろん、極端な話、YouTube のレシピ動画のコメント欄にすら、現政権のせいで材料が高くなったんだよ、なんて声がつきます。政治はトレンドではなく、インフラのような、どこにもあるような存在かもしれません。Twitter、Instagram、Facebook、一日に一回でも政治のことを見かけない日は、雨が降らない梅雨レベルかもしれません。さらに驚くべきは、投票日の当日、韓国では投票しましたというのが一瞬と誇りであり、証明になります。SNS では投票証明スタンプの写真が一斉にアップされます。投票完了しました。この政党を支持します。こういうハッシュタグの嵐ですね。君も投票してないの？マジ？選挙はこうやってファッションのように日常生活に入り込んでいます。そして視覚的にも政治は路上を支配している。
選挙シーズンになると街の中はヒョンスマクという名前の布製のプロパガンダで埋まります。電柱、橋、歩道、学校の壁、パン屋の入り口、信号機の上レベルまで何々候補、庶民の味方ですとか、何々党に一票ください。まるで街全体が喧嘩のキャンバスになり得ます。そこを横切る市民たちの視線は熱く、クラクションの音の代わりにスローガンが耳に刺さってくる、目に見えてくるということですね。さらにはでも、週末ごとに政権の支持者と反対者のデモがソウルの中心地では同時に開かれています。国旗を振りながら国歌を叫ぶ声、メガコン講師に退信せよと怒っている学生たち。そこには両極の対立が音と熱と怒りで剥き出しになっています。そしてその映像にはその日の夜にニュースと TikTok で同時に拡散されます。つまり韓国では政治のことが流れてこないということ自体が珍しい。それぐらい政治は生活の耳にも目にも鼻にも口にも無意識中に深く染み込んでいるわけなんです。投票がイベントなのではない。投票以外の日々も政治そのものになっているかもしれません。三つ目の話はですね、社会の話でして変わるかもしれないという信念です。韓国という国にはどこかに常に変えられるという熱気が流れています。それは希望というよりかも実感に近い、社会は固定されていない。押せば動く、声を上げれば景色が変わる。だからこそ韓国人は選挙を武器のように握っています。例えば2023年に話題となった医師免許制度改革。政府が医科大学の定員を大幅に増やすと発表したとき、全国の医学生と現役の医師が連帯してオンラインと現場で同時に反発しました。数万人単位で反対証明が集まり、デモが連日続き、わずか数週間で政府の方針が保留へとなったこともあります。そして全国の医学大学が休業して医学生が卒業できないような状態まで発展しました。韓国では人の数が集まれば現実を動かせるスイッチになる。それを10代も20代も70代も体感してしまっています。そしてこの変えられるという感覚が最も可視化されるのは北朝鮮政策。ある大統領は平和統一と叫び、次の政権は撃て防衛だと逆転する。数年ごとにキム・ジョンさんとの対話ムードが平和になったり、戦うべき存在になったり、その光景は国家の方向性すら選択肢であることを証明してしまった。こういった国の外交方針も投票で動くパネルかもしれません。そして決めつけはですね、やはりこの10年間ぐらいであった大統領の弾劾ですね。この10年間の弾劾の記憶が韓国人の脳内に炎のように焼き付いています。大統領を反対する人たちがデモで集まる。最終的には本当に任期途中で辞めさせたんですね。これらがたった数ヶ月で行われます。ここで話したいのは誰が良いか悪いかという話ではなくて、人が集まって数で押せば変えられるんじゃないかという肌感覚が染み込んでしまったということですね。つまり韓国の社会には諦めがなくて、その対象のよし、わしはまた別の話として代わりにあるのは圧力をかければどこかひび割れるんじゃないかという前提ですね。だからこそ選挙の一票すらそういった道具として機能しています。僕は韓国では投票に希望と戦いが共存していると感じました。暮らしの変化、街の熱気、そして社会全体のうねり、それらすべてを選ぶために韓国人は投票所へ向かっているかもしれません。最後に僕がこの10年間で答えが難しいと感じる問いを共有させてください。それはどこまで政治のことを気にすべきかということです。ある人はこう言います。政治は生活をより良くするための手段であって、それが人生の主役になるべきじゃないと。自分が日常で幸せを追求して毎日を丁寧に生きることが優先ですと。その次に政治が来る。政治に寄与しすぎてストレスを受けるのは順番が逆だと言っている人もいます。一方で別の人はこう言いますね。政治は人生そのものであり、無関心でいることこそが危険だと。声を上げなければ変わらない。押さなければ届かない。そうしないとあなたの人生の幸せは保証できない。そう信じて日々 SNS で言葉を発し、街頭に立ち、投票する人たちがいます。どうやってバランスを取るべきでしょうか。政治に適切な関心や関心を持つこと。これ難しいですよね。あなたにとっての政治への距離は安心ですか？それともストレスですか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画面白かったな、役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。本当に力になってます。ではまた次の動画でもお会いしましょう。アンニョン。